それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは夜のちぎり、夜の妄想シリーズです。あの人が昨晩考えていたこと、そしてあなたから感じる色気について見ていきます。よろしくお願いします。1番をお選びいただいた方、こちらカルイアというカードです。では見ていきましょう。まずお相手が何を妄想していたのかっていうことを見ていきます。はい、それでは見ていきましょう。こちらにオラキュルカードを出していますので、これも合わせて一緒に見ていこうと思います。このカードは最後にアドバイスメッセージとしてもらっていきましょう。まずはジョーカーのカードです。ジョーカーっていうのは神出鬼没だったりゼロを表したりもしますので、そうですね、お相手がちょっとマニアックな妄想をしていたりとか、破天荒な妄想をしている可能性もあるかもしれません。ジョーカーなので遊び心だったりとか、そうですね、自分の中でいつもだったらやらないような妄想、普段行動に起こさないようなことを妄想の中では自由に膨らませているのかもしれないなっていうのを感じます。はい、そしてこちらのカードも見ていきましょう。なんかゆっくりとしているな、ゆったりとしているなっていうのも感じますね。ゆっくりとじんわりとじっくりと攻めていくっていう、そういう妄想をしているなっていうのも感じますし、あとこのオーラですよね。一つになること、体が結ばれることによって2人の魂の波長というか、体から流れているオーラっていうのが一体化されるんですね。それを強く感じたいっていうことを言ってるのかなとも思います。そして心の中でやっぱりつながること、魂がつながることによってそこで感じられるものを思う存分感じたいんだ、感じ合いたいんだっていう、そういう妄想をしてると思います。このお相手にとってこのちぎりっていうのがすごく神聖なものであって、お二人の間でじっくりと育まれていく、そういうものなんだっていうことを思っていらっしゃるんじゃないかなとも思うんですね。タロットと合わせて見ていこうと思います。タロットカードはワンドのクイーン、ペンタクルナイト、カップのエイト、そしてこちらがつられた人ですね。そしてソードのクイーンとソードの3番っていうことと、あとここに隠れていますが後で見ていきます。お相手の妄想なんですが、まずゆっくりと攻めていくよっていうことと、あなたがすごくオーラを放っているっていうのがここにもう出てきていますね。すごく魅力的だっていう風に、その魅力にメロメロだっていうのが出てきていますね。そういう妄想かなをしているので、そんな魅力的なあなたに自分はじっくりと攻めていきますよっていう妄想が入ってますね。ペンタクルナイトなのでじっくりと誠実に、そしてタフに、かなりスタミナのある方かな、持続力のある方かなと思うので、時間をかけてゆっくり丁寧に、自分の中のあなたですよね、大切なあなたの部分に攻め込んでいくというか、じっくりと育んでいきますよって、蜜を運んでいきますよっていうミツバチのカードですね。そして最後はカップの8なカードなので、なんか自分の中でいろんな気持ち全部出し切りましたよって、もう全て自分の中のものを出し切って、もう交換し終わった、オーラの交換をし終わったので、もうすっきりっていうのが正直なこの人の妄想の中ですね。もう全部を終えた後はもう心が晴れやかな気持ちで、もう次のスタートを見ている、次のスタートというか次の新しい景色をもう自分は見ているんだっていうことの妄想をされていますね。多分このつながった時点で、時間をかけてね、ゆっくりと愛し合った時点で自分の出せるものすべて出し切りましたっていうことがこの方の妄想で入ってきています。はい、ということで、そしてこの方の中のあなたっていうのがやっぱりすごく魅力的でっていうのが入ってきてるんですね。クイーンのカードが2枚入ってきてるので、性的魅力にももちろん溢れていて色気もあって、ただそれだけじゃないって、
あなたとこの最中に交わすやり取りやあなたの表情を見ているとすごく燃えるんですっていうのが伝わってきますね。そしてあとはこの2枚が押さえていきたいポイント、この方の中で今考えていることなんですけど、このソードの3番っていうのがこの方の中で今ね、そのあなたとのこのちぎりを交わす中で自分が一番気にかけているところがハートの部分なんですね。このハートっていうのが心を表しているの場合と、あとはあなたの体の中の大事なパーツ、つながるところを表しているところの可能性もあります。そこを丁寧に優しく、触れていきたいんだっていうのが入ってる。丁寧に入っていきたいっていうのがあるんですけど、それを傷つけてしまったらどうしようとか、心が痛いとか、あなたが大事に思っているところ、大事にしているところが痛いなっていうふうに思わせてしまったらどうしようっていう、そういう心配はあります。なぜかって言ったら、この人なんか相当強いものを持っていて、その自分の強いところに対して傷つけてしまうんじゃないかっていう心配があるんですよね。なのでだからなのかな、じっくりと丁寧に優しく攻めていきたいっていう優しさがあるのかなと思いました。あと自分が全部出し切るまでにかなり時間のかかるタイプだよっていうのが出てきているので、まだまだ満足できないんですとか、もっともっとっていうのが入ってくるんですね。なのでその回数とか時間が長引くことによって、あなたの体は大丈夫かな、ハートは大丈夫だろうかっていうことも気にかけていると思うんですね。それぐらい自分の持っているものに対しての自分のこのサイズ感だったりとか、愛の大きさは大丈夫かなっていうことを考えていたりとか、なんか大きなものを抱えているかもしれませんね。大きな愛情を持っているかもしれないですね。そこに対してうまく合致するかなとか、そうですね、オーラの交換が続いていくかなとか、自分が全部出し切るまでに多分時間のかかるタイプだと思うので、疲れないかなとかね、大丈夫かなってことを気遣いながらも、自分が思う存分満足していきたい、そんな妄想をしていると思います。もっと具体的に見ていきましょう。あの人はね、全く型破りなタイプかもしれません。恋愛またはちぎりの傾向としては型破りなタイプかもしれません。あなたとの関係において自分らしい特別なスパイスを加えたいと思ってるみたいです。例えば何気ない夜に今日はどんな気持ちで過ごしていたっていう風にメールで聞いてきたりとか、あなたの何気ない言葉にそれかわいい、すごく好きっていう風に返したりとか、そんな妄想をしています。距離のある時間でもまるで肌が触れ合っているような、そんなぬくもりを届けようとしてくれる人なんじゃないかなっていうふうに思いました。少し型破りなところもあるんですが、お相手がイメージしているのは速さや結果ではなくて、じっくりあなたのことを感じる時間です。これをすごく妄想している。で、触れた手の温度、呼吸のリズム、目を見つめ合う時間とか、そんな一瞬一瞬に愛情を染み込ませたいと思っているみたいなんですよね。このミツバチも蜜を自分の巣に持ち帰って少しずつ集めていくじゃないですか。そんな風にじっくりと染み込ませたいと思っているんですね。夜が深くなるほど心も体もゆっくり溶け合っていくような、蜂蜜のような、そんな甘くて静かな興奮を2人で味わいたいという風にお相手は思っています。甘いスポットを狙っていくっていう感じですかね。そして自分の感覚に素直になれるあなたとだったら、本当の意味での深いつながりが育めると信じているのだと思います。はい、あなたが神聖なオーラを放っている、魅力を放っている、そこにじっくりと甘く追い求めていくあの人、そんなことを妄想している。こちらの1枚はワンドの9のカードですね。たくましい馬のカードが出ました。お相手かなりタフな方ですね。いろんな手数、技を持っていると思いますし、あれも見せたい、これも見せたい、こんなことを感じてほしいっていうことを、作戦、いろんなものを持ってると思いますし、それを全部出し切って、もう自分、そしてあなたも満足して、そこで果てていく、そういう妄想をしています。
この人の中であなたが女神のようにすごく美しい方とか色気のある方っていう風に映っていると思うんですよね。蜂蜜のように甘くて濃厚なって、そういうのも妄想していると思います。そしてやっぱりタフな方ですね。さあこの体力についていけますかっていう風な、そんな不安もあるんですけど、どうでしょうっていうところで、お相手の、この方の妄想の中ではそういうじっくりとねっとりとした夜っていうのを妄想されているみたいですね。ルノルマンでももらっていきましょう。最後にさらにあなたの色気アップのための、アクションだったりとかメッセージっていうのをもらっていこうと思います。お相手かなり濃厚なんですが、あなたはその濃厚に対してはどうでしょうかっていうことで、ルノルマンで1枚どんな対応を望んでいるのか、またはあなたがどうしたいのかっていうことで見ていきます。さあ、あなたの方なんですが、17番コウノトリのカードです。大丈夫そうですね。お相手のこの攻めに対してすごく喜んでるなっていうのが入ってきます。いや、全然嬉しい、大丈夫っていう感じ。そして実際肌を重ねた時にお相手がタフな方でも、あなたは痛いとか嫌っていう風に思わずに受け入れられる、もう自分の待ってましたっていうところをお相手はついてくると思うし、喜びのカードですね。幸せへ向かって飛び立っていくってことなので、お互いが満足して果てていけるんじゃないかっていうのが入ってきていますね。すごくいいんじゃないかなって、あなたの感触としてもバッチリよっていうのが入ってくるので、2人で一緒に幸せへ行きましょう、旅立ちましょうっていうのが入ってくるので、あなたとしても十分もう準備できてますよって、ワクワクしてますからねっていうのが入ってきてるのでいいと思います。ではより良い、開花メッセージというかもらっていきましょう。どんなことをしたら色気アップにつながっていくのか、あなた自身を表す淑女のカードが出てきました。なんかちょっと似ていますよね。瞑想している、ヨガをしているなっていうのが入ってきています。ボディメイクをすることもいいと思います。あとは時間に追われずゆっくりと呼吸をしてみましょう。これもゆっくりと呼吸をしているので、自分の肌や感覚を大切にすればするほど、あなたの色気は内側から溢れていきます。丁寧なスキンケアや肌触りのいい服を選ぶことも、心と体を優しく包み込む第一歩となります。いいですね。そして抜け感が色気になると思います。完璧を目指すよりちょっとラフな服装とかラフな仕草、抜け感を意識していきましょう。着崩したシャツとか無防備な表情とかですね、素の仕草とか、その隙があの人の妄想をさらに刺激すると思います。はい、素敵ですね。ではさらなるメッセージをもらっていきましょう。こちらお選びいただいたオラクルカード、カルイアのカードです。これは記憶に残るお別れを受け入れたあなたには深みのある色気へとつながるというカードです。過去の切ない別れや痛みはあなたに静かな深みを与えてくれます。いろんな経験があなたに深みを与えてくれたんです。それを無理に消そうとせずに、自分の美しさの記憶として受け入れてみてください。ナチュラルメイクで素肌感を生かしたり、うなじや手首、足首といった静かな色気がにじみ出る部分を丁寧にケアすると、内側からにじみ出てくる色気がふんわりと漂い始めます。過去を語るときに余韻を大切にしながらゆっくりと話すこともおすすめです。その落ち着いた雰囲気や時折見せる寂しさがあの人の心に深く刺さる魅力となっていきます。別れ、そしていろんなことを経験してきたあなた、その痛みがあったからこそあなたから底知れぬ惹かれる理由が生まれているのだと思います。そこ儚いあなたの深み、そこにお相手がハマっていく。お相手がそんな妄想をしていますし、あなたの今色気アップのコツとして抜け感だったり、深く深呼吸してリラックスすること、ボディケアをすることっていうのが入ってきました。今回一番のお相手、すっごい濃厚な妄想をしているなと思いましたし、そこに対してあなたも
悪くないんじゃないっていう風に思ってるんじゃないかっていうのも出てきていました。蜂蜜のようにとろける甘い濃厚なそんな一夜になるんじゃないかなと思いました。ぜひこれが現実になるようにお祈りしています。今回は夜のちぎり、夜の妄想シリーズ、あの人が昨晩考えていたあなたとのこと、そしてあなたから感じる色気についてお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは夜のちぎり、夜の妄想シリーズ、あの人が昨夜あなたのことで考えていたことについてお伝えしていきます。そしてより色気アップのためのコツなどもお伝えしていこうと思います。よろしくお願いします。今回こちら2番をお選びいただいた方はアロハというカードです。では、タロットカードで展開していきます。はい、それでは見ていきます。ペンタクル2番、ペンタクルのクイーン、ソードのナイト、ペンタクル7番、ペンタクルキング、そしてカップの5番です。かなりね、ペンタクルのカードが多い。お相手、肉体派っていう感じがします。妄想の中でどんなことを考えているのか、まずその前半と後半に分けてかなり雰囲気が変わるなっていう感じがするんですね。序盤と本番っていう感じですかねがちょっと違うタイプが変わってくるかなと思うんですね。最初はそのお互いのバランスを見ながらゆっくりと丁寧に、そしてちょっとイチャつく感じ、遊び心がありながらキャッキャウフフしながら始まっていくような始まりを妄想されていますね。なんか自分の方が余裕を持ってあなたに接するというか、結構自分楽しいよとか余裕あるよとか、なんか余裕ないっていうのを見せない隙がないかといって完璧でもなくて、ちょっとゆるっとした感じでイチャイチャしたりとかボディタッチしたりとか、そういうところから始まっていきます。で軽めのところから始まっていって、なんかお互いバランス、私のことをね伺って気を使ってくれながら丁寧にやってくれてるのかなっていう風に思う始まりなんだけれども、最後の方ってかなりスピード感があって、ソードのナイトだから攻め込むんですよ。本丸に攻め込んでいく武士みたいな感じで、もう我先に行かんみたいな感じでわーっていう風に攻め込んでくるっていうタイプなので、流れが途中ガラッと変わって最後一気に攻め込んでいくっていうタイプですね。最初はちょっと軽くふふんっていう風にお誘いしておきながら、最後思いっきり攻めてくるのかみたいな、そういうねかなり鋭い感じで流れが変わっていくと思います。お相手から見たあなたっていうのもやっぱりここですよね。肉体美っていうのが入ってくるので、グラマラスだったりとか、曲線だったりとか柔らかい肌だなっていうのを感じながら十分味わい尽くしたら、もう最後一気に攻め落としますみたいな、そういうスタイルなのかなというふうに感じました。でなんか勢いがあるなっていうふうに思いましたね。これがお相手の妄想です。であとはこちらのオラクルカードからも一緒に合わせて見ていこうと思います。トランプは11っていうカードが入っていて、これはかなりそのお相手のタフネスなところだったり、情熱的に求めていくところ、行動力っていうのを表しています。この方は積極的だなっていうのを感じますし、自分から動いていく、あなたの動きを待っているとかじゃなくて、もう自分が攻めてなんぼみたいなところがあるので、最初はちょっと様子を伺いながらっていうところはあるんですけど、最終的には自分のペースに持ち込むのが上手い人なんだなっていうのを感じました。あとはこちらの2枚ですね。何かこれは調和とか、あなたと溶き合うことによってそこから生まれてくる喜びとか、自分のものであなたを満たしたい、あなたの体の中とか心の中っていうのを自分の愛情で満たしたいっていう、そういうお相手の願望が入ってきています。
そしてあなたの唇にすごくセクシーさ、色気っていうのを感じてるので、最中とか、あとその前後ですね、おしゃべり会話で楽しんだりとか、あなたの口の動きを見ていたり、あと普段からあなたの唇の動きを見ているとドキドキするっていうのがあるかもしれません。口の動きよく見ています。もし近くにいてデートしていてご飯食べていたりとか、デートじゃなかったとしても飲み会とかで一緒になって、あなたが何かをコップね口に運んだ時とか、食べ物を口に運んだ瞬間っていうのをすごく見てると思います。なんかね、その口いいなっていうふうに思ってて、あなたの口、言葉じゃなくて多分口の動きだと思うんですよね。唇の形とか、そこにものすごく色気を感じてるっていうのが入ってきていて、その唇が動くのを見るといろんな妄想がかき立てられるんだっていうのが入ってきますね。ぜひそこに入っていきたい、自分のなんかこうね、自分の愛情を注ぎ込んでいきたいっていうのが入ってきています。でまた、あなたがすごくタフな方なんだよねっていうのが入ってくるんですね。多分それは肉体美だと思うんです。その肉体が好きっていうのもあるし、肉体の中身っていうのもそうだし、そこにはあなたの愛情っていうのもあって、愛情が体に現れてくる方、感じ方とかもそうだし、反応もそうだと思うんですけど、そこに可愛らしさ、愛おしさとかを感じたり、ぬくもりを感じる、体のラインとかからも色気を感じるし、かなりこの肉体っていうのを意識されてる、お相手妄想されてる、刺激されてるんじゃないかなと思うんです。あなたの体を見るだけでちょっとこう興奮してしまうというか、想像してしまうようなところもあるんじゃないかなと思うんですね。そしてちょっと心配だなって思っているところが、こちらのカップの5番のカードなんです。自分がここね、ペンタクル7番も入ってるので、あなたとのこのやり取りにおいて、ちぎりにおいてうまくできてるかどうかっていうのをちょっと時々振り返るっていうのがあるんですね。それは終わった後かもしれないし、次の日とかね、次の次の日とかになって、あの時あの流れになったけどあなたはどうだったかなとか、うまく攻め込めたかなとか、そういうことを振り返って見直してるんですね。そしてあなたにがっかりされていないだろうか、気持ち満足させてあげられただろうかっていうのをちょっと気にしている。心から満たしてあげることはできたんだろうか、もしそうじゃなかったらもっといい方法はあるのかなっていうふうに、かなり勉強熱心な方、あと体を鍛えるっていうのが入ってくるので、もし自分の体で足りないところがあるんだったら、そこを補おうと思って筋トレ頑張ったりとか、ボディメイク頑張るっていうのが入ってきています。体として分かりやすく現れてくるんじゃないかなと思うんですね。なのであなたの方でとても良かったよっていう風な言葉をかけてあげるとか、愛してるよっていう言葉をかけてあげると満たされる気持ちになると思いますし、あとあなたがとっても満たされたんだよってことを伝えてあげると、良かったっていう風に思うと思います。心配点としては、あなたが満足したかなっていうところだと思うんですね。さあ、この方のプレイスタイルや妄想を見ていった後に、もう少しね見ていきましょう。こちらのカードですね、ハーミットのカードです。なんか自分の強さを隠しているっていう感じですね。かなり肉体派なのかなと思ったら、考えてますよっていうのも出てくるので、例えば研究していたり、どこがあなたがいいって思ってくれるんだろうとか、あなたに何を捧げたら喜んでくれるんだろうっていうことを分析してるかもしれない。だから表情とかよく見ているのかもしれないですね。しっかりと表情を見て、あと感じ方とかを見て、ここなんだっていうのを感じたりとか、なるほどみたいな分析をしながら、研究しながら進めていくタイプですよっていうことを伝えてきてくれています。実はちゃんと見てますよとか、ただ早く動くだけじゃないんだよって、攻め込むだけじゃないんだよってことを言っていますね。しっかりと自分の中で分析を行っていきながら、あなたを見つめています。反応を見ていますよっていうのも入ってきましたね。なんかちょっとねっとり感っていうのを感じます。最初素早い、なんか攻め込んでいく勢いのある人なのかなって思ったんですけど、ちょっとねっとり感っていうのも入ってきますね。なんかお相手の中では情熱とリズムで触れていく恋のエネルギーっていうのが妄想のタイトルとして入ってるかもしれません。リズム感ですね。あとは情熱っていうのもあります。
あの人の妄想として、あの人はまず感覚派の人です。言葉よりもあなたに触れることで思いを伝えたいと感じているタイプ。なぜだったらペンタクルのカードが多いからです。言葉で伝えるのも悪くはないんだけど、触れた方が自分の気持ちちゃんと伝えられるよねっていうのが、思ってる肉体派、やっぱり肉体派なのかなと思います。仕事帰りに待ち合わせて、会った時にぎゅっと抱きしめたりとか、混んだ電車であなたの手をそっと握ることで会えて嬉しいっていうことをこそっと伝えてきたりとか、なんかこう触れて伝えるっていうタイプですね。あなたと一緒に過ごす時間っていうのは音楽みたいにこの方は感じているかも。音楽に乗るゆったりとしたジャズのような音楽かもしれないし、ちょっとリズミカルなね、ビートの速いロックな音楽かもしれないし、なんか時々によって、そのシーンによって音楽の流れが変わる、リズムが変わったりもするんだけれども、あなたと過ごす時間が音楽みたいに感じてるみたいです。鼓動や呼吸をリズムとして感じながら自然に体を寄せ合いたいと思っている。家に帰ってから好きな音楽を流しながらあなたの髪に触れたり肩を揉んだり、そんな風に触れ合いの中で深まっていく安心感と心地よさを求めているのかもしれません。2人でもしお家に帰ったらね、まずあなたの体に触れてくると思いますよ。はじめはイチャイチャっていうのが入ってくるので、軽く髪を触ってみたりとか腰に手を回したりとかするのだと思います。そしてその場の空気やあなたの反応を大切に見ながら、優しくも情熱的なスキンシップで愛を伝えてくれると思います。はい、素晴らしいですね。なんか反応を見ているっていうことで、じゃああなたはこのお相手の妄想に対してどうでしょうか。お相手はあなたを満足させてあげられてるかな、がっかりしてないかなっていうことを気にしてるんですけど、もしこんな風にお相手があなたに触れてきたら、あなたはどう思うでしょうか。ノルマンで出していきましょう。星のカード、スターのカードです。キラキラするっていう風に出てきているので、お相手大丈夫かなっていう風に心配してるけど、いやそんなことないですっていうのがあなたの本心ですね。ときめいちゃいますっていうのが出てきています。キラキラしちゃうって、そんな風に責められたらドキドキしちゃうっていう風に入ってます。まあ悪くないねっていう風に出ていますね。ボディタッチから始まっていき、最終的に本丸を攻め込むような勢いがあるんですけど、悪くないっていう風にあなたの方のカードが出てきていますから、いいのかなと思いました。そして香りとかもね、大切にされるといいと思います。意識されるといいのかなと思います。あなたがもし苦手でなければ、香りのついたボディクリームを使ってみたりとか、ヘアミストを使ってみたりとかして香り付けすることっていうのがいいと思うんですけど、あなたの体の内側から溢れてくる香りっていうのにお相手はすごく本能的に惹かれるっていうのも入ってきていますね。じゃあどういうことをしたらより自分のご自身の色気アップにつながっていくのかっていうことなんですけど、自分のご自身の感覚に耳を澄ませてみてください。気分に合った香り、そして音楽や肌触りを大切にすることで、五感からあなたの魅力が開花していきます。このペンタクルっていうのは肉体とか五感とかも表しているので、香りにこだわってみたりとか、質感の良い服を着てみたりとかすることが色気アップにつながっていきます。時には自分の肌をそっと撫でて触って、今日もありがとうと伝えるだけでも色気の波動がぐんと上がっていきます。そしてあなたの魅力は声です。口元もありましたからね。少しトーンを落としてゆっくりと話してみてください。その声にきっとあの人の鼓動が早く脈打つはずです。はい、ドキドキしますね。そしてお選びいただいたオラクルカードからもメッセージをもらっていこうと思います。こちらアロハというカードです。見えない愛に気がついたあなた、優しさがにじみ出る色気へと変わっていくというメッセージです。色気は誰かから愛されていると感じた時に自然と溢れてくるものです。まずは自分が過去にどれほど多くの見えない愛を受け取ってきたかということに気がついてみてください。それに感謝できるようになると、あなたの中に透明感が生まれます。日々のスキンケアやボディケアを自分への優しさとして行ってみましょう。
好きな香りのボディクリーム、またはこれプルメリアが書かれているんですが、プルメリアのような南国の香水を身にまとうと自然と癒しの空気が漂い始めます。そして何より誰かにありがとうという言葉を素直に伝えられるあなたは、それだけで十分に色っぽいです。愛されてきた自分を認めること、それが一番の魅力を引き出す鍵です。はい、自分の魅力に気がついていますか？自分の色気に気がついているでしょうか？十分あなたはいろんな人から、あの人魅力的だな、いいなっていう風に思われていると思います。それを感じるだけで、それがあなたの魅力をより一層引き上げてくれます。自分自身を感じてっていう、そんなメッセージでもあります。今回は夜のちぎり、夜の妄想シリーズ、あの人が昨晩考えていたあなたのこと、そしてあなたの色気についてお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは夜のちぎり、夜の妄想シリーズです。あの人が昨晩考えていたこと、あなたの色気についてお伝えしていきます。よろしくお願いします。3番をお選びいただいた方はラーというカードです。では早速タロットカードを展開していきます。はい、それでは見ていきます。カードですが、カップのクイーン、ペンタクル5番、ムーンのカード、ペンタクル7番、デビルとカップの2番です。純真、純愛、お相手が、はいと思いました。あなたのことをすごく魅力的な方だなっていう風に思ってますし、優しくしてくれるなって、自分のこと愛してくれるなと思ってる、すごく魅惑的な人、優しさプラスそこに色気があって、自分のことをドキドキさせるんだっていうことが出てきています。かなりここ魅惑的なカード、性的魅力にあふれているデビルのカードなので、自分を惑わせる相手なんだっていうのが入ってくる、誘惑してくる相手みたいな感じで、小悪魔ちゃんだったり、自分のことドキドキさせて振り回しちゃうような、そんな方なんだよっていうのが入ってくるんですね。でもそれがたまらなく愛しいんだよねとか、ハマっちゃうんだよねとか、沼っちゃうんだっていうのが入ってくるんですね。そしてこの方の妄想としては、あなたがすごく性的魅力と、あと愛情ですよね、優しさっていうのを持っていて、あなたの中にその自分の愛を届けていきたいし、願わくば恋人とか夫婦とかペアカップルですよね。例えば、魂のつながりの相手としてとか、ぴったりと相性のいい、体の相性とか心の相性とか全てがいいっていう風になりたい、そういう関係になりたいっていうのを願ってる、めっちゃ、願ってるんだけど、でもこの方の中のイメージが、妄想の中っていうのが、自分が消化不足で終わっていくような、そんな儚い妄想をしてるんですよね。なんかすごく魅力的で、こうなりたい、こんなにつながりたいのにって、なんかね、苦しい恋愛っていうのを妄想してるんですよ。恋愛というかプレイですよねを妄想していて、なんだろう、なんか M チックというか、なんかそんなになんだろう、その一緒になりたいと思ってる気持ちをそのまま出したらいいじゃんっていう風に多分あなたは思うと思うんですけど、この人の妄想ではなんかこう一筋縄ではいかないような、そういう妄想、こんがらがった妄想を今していて、それを楽しんでいるっていう感じです。なんかあなたに振り回されて、もう自分こんなに苦しいのにとか、いやいやとかって言ってる自分をあなたが誘惑してきて、もう止められないとか、そういうのを妄想していたりとか、ちょっとこうロマンチックでうふふははとか、そういう妄想ではなくて、厳しい中やっとその試練を乗り越えてあなたと結ばれたんだって、でも2人は離れてしまう運命にとかっていう、そういうちょっと運命を感じさせるような妄想をしていて、
肉体的にもつながってすごく幸せっていうふうに思うんだけど、あなたは儚く言ってしまうとか、取り残されてもう自分は毎日会いたいと思ってるのにあなたは釣れないしとか、どこかねそういうところを醸し出してる妄想をしてますね、この人は。ペンタクル5やムーンのカードが出てるので、幻想的なことを考えてるんだけど、それって現実にはならないよねっていうことを思っていて、だから妄想はしてるんだけど叶わないんじゃないのってことも半分思いながら、でも妄想だからね、いろんなことを妄想してもいいよねってことを思ってるし、なんか儚さと妄想と両方いて、それが自分のドキドキにつながってるのかなと思うので、なんかちょっとストレートじゃないのかなとも思うし、ロマンチックだなとも思います。なんかいろんなその苦しい障害があって、それを乗り越えて手を取り合えた、やっと結ばれたねっていうことを妄想してるってことはロマンチックだなっていう風にも感じますし、なんかもっと好きだよ、はいっていう風に手を取り合ってね、そのまま GO って言った方がいいんじゃないのっていう風に思う方もいると思うけど、この方の中ではなんかひとひねりというか、何かワンクッションあるみたいですね。そういう妄想を今好んでしてらっしゃるのかなって思います。そしてこのカップの2番っていうのが、この方が気にかけていることなんですけど、それがカップの2番なので、やっぱりこのさっき言ったつながりっていうところをすごく求めてるんだけど、そこに対してここの上の2枚がペンタクル5番ムーンのカードっていうことで、なんか全部発揮しきれないっていうのがあるんですね。出し切れない、実力を出し切れなくてモヤモヤしちゃったり、自分が不安になっちゃったり、あなたがさっといなくなるとかが消えてしまうような儚さを感じていたりとかしていて、あれは一晩だけの暑い夜だけだったんじゃないかとか、そこから先続くんだろうかとか、交際恋愛とかっていう関係になれるのかなとか、そういうことを儚げに妄想しているような方なんですね。いやそうなんだっていうところもあるんですけど、でペンタクル7番なので、そこに対して自分で何度も何度も見直しかけて、なんかいや現実になればいいのに、いやならないかもみたいなところで行ったり振り返ったりとか、いけるいけないとかね、なんかそういうことを考えているような気もするんですね。そのモヤモヤ感とかぼやっとした感じっていうのがあるので、なんかこのまま曖昧な関係になっちゃったらどうしようとか、妄想の中でですよ、なんかそういうシチュエーションを妄想していたりとか、なんかそれで逆にドキドキしていたりとかするから、一見なんかストレートではないのかなとは思うんですけど、人それぞれ妄想があるので、そういう楽しみ方もあるんだねっていう風に考えてもいいのかもしれないですね。ペンタクル5番なので、何かしらの障害があってとか不安があったんだけど、結ばれてもうどうしても離れられないぐらい魅力的でって、あなたにやられちゃってって、でもあなたはそっと次の日いなくなっていたとかね、なんかそういうことを妄想している感じがするんですね。お相手のもう少しね深く聞いていくんですけど、ここのオラクルカードも広げていきながら、この方の妄想やあなたに対する色気っていうところも見ていく。でプラスこのルノルマンカードから、あなたが今そのお相手の妄想を聞いてどんな風に感じたのかっていうのをまず1枚出しましょう。こんな妄想していますが、あなたは月のカードです。なんて素敵なの、ロマンじゃないっていう風に思っていますね。月のカード2枚目です。でタロットの月は不安とか先が見えないねとか、ちょっとモヤモヤっとしたぼやっとしたものなんですけど、ノルマンの月っていうのはロマンチックなことっていうのを表します。はい、なのであなたの中ではなんかそういうその繊細なお相手の妄想とかも、美味しい味がするっていう風に思ってるかもしれません。ドキドキするとかね、なんか儚いあなたのことを色気、もう恋愛対象として見てるクイーンのカードが入ってるので、すごく素敵な方って思いながらも、あなたに惑わされるっていうのを聞いただけでもあなたはドキッとしてるのかもしれません。いけるっていう風にね。そしてお相手がこうやってあなたが次の日いなくなっちゃうんじゃないかとか、本当はこうやってずっとねペアとしていたいのにっていう風に思ってるって聞いただけでもいけるっていう風に思ってるかもしれません。あともう一枚お相手です。ワンドの4番です。安らぎ、癒し、
そういう関係性を本当は求めている、隠れている本音としてはやっぱり安らかな時間を求めていたり、温かさだったりとか、やっぱりこういう不安には本当はなりたくない、そういう妄想をしていたりとか、どっちつかずとか曖昧とかではなくて、もう一緒だよねっていう優しい時間を味わいたいなっていうのが本当のところです。でもね、どこかしらなんかあなたが次の日いつの間にか朝起きたらいなくなっていたとか、そういうところを妄想しては自分の中で胸がギュッと締め付けられて、切ないっていう、そういう気持ちにもなるみたいですね。はい、もう少し見ていきましょう。やっぱり平和的なものを想像してるのかなとも思いますね。こうやって穏やかな景色っていうのが出てるので、楽園だったりとか、自分たちにしか知らないこの快楽スポットだったり、快楽的な場所、自分たちが素肌を見せ合えるような場所を求めていたりとか、そういう空間だったり、それはあなたの体の中かもしれませんよね。そうですね、やっぱり楽園を求めているっていうのがあります。ロマンチックだなっていうふうに思いました。あの人の中の妄想としては、やはりぬくもりを感じる夜、包まれるようなぬくもりと、そこから満ちていく夜を妄想されていますね。あの人が望んでいるのは、あなたの中で感じる安心です。はい、あなたに包まれて安心。もちろん魅惑的でドキドキするっていうのも刺激としていいんだけど、最終的には安心とぬくもりのところに行きます。例えば雨の日、一緒に毛布にくるまりながら映画を見たりとか、温かい紅茶を入れてあなたの隣で静かに寄り添ったりとか、その何気ない時間の中でそっとあなたの手を取って、今日はずっと一緒にいたかったとつぶやく。そんな風に静かで優しい愛情を届けたいという風に思っているみたいです。そして夜が深くなればなるほど、あなたのぬくもりを肌で確かめたくなる。抱きしめ合って頬を寄せ合いながら、お互いのぬくもりを交換するように。そんな瞬間に、あなたとだったらどんな未来でも迎えられると、あの人は思っているのかもしれません。あなたの中に全てを預けて、心も体も丸ごと溶き合いたい。そんな深いつながりをあの人はあなたと育みたいと願っています。最終的にはこの癒しや安心感とかぬくもり、つながり合うことによって得られる安心感、温かさっていうところをあの人は求めているみたいですね。なんか不安な気持ちを愛してるよの一言で安心させてほしいとかね、愛してるよっていう言葉じゃなくて、ただ触れ合ってるだけでも安心できるのかもしれません。繊細な方なのかなっていうふうにも思いました。ではあなたの色気についてお伝えしていきます。柔らかくて温かいものに触れると、あなたの雰囲気も柔らかくなります。お気に入りのクッション、湯たんぽ、香りのいいオイル、自分の心地いいを大切にすると、自然と周りにも癒しと色気が伝わっていきます。ゆっくりとした動きが色気の鍵です。髪をかき上げる仕草、目を伏せる瞬間、どれも丁寧に行ってみてください。そのしなやかさがお相手の心と本能をくすぐります。はい、ゆったりとした動き、または柔らかくて温かいものを意識してみる。そうするとよりお相手にあなたの色気が伝わっていくと思います。ロマンチックにあなたも感じてると思いますね。ではお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。こちらはあなたがより色気をアップさせていくためにできることとしてメッセージをもらっています。このカードはラーというカードです。恐れを手放したあなたへ、心の内側から輝く色気へとつながるというメッセージ。色気というものは実は変わりたいと思った瞬間からすでに育ち始めるものです。何かを恐れていた過去の自分にそっと光を当てて、もう大丈夫と言ってあげましょう。ヘアスタイルやファッション、香りに少しだけアレンジを加えてみてください。ほんの少しの変化があなたの中の新しい魅力を引き出してくれます。そして何かを決断した後の自信は言葉以上に人を引きつける色気になります。太陽の光をしっかりと浴びて自分を肯定する時間を持つことも、あなたの心の輝きを高めてくれる大切な習慣です。私はまだまだこれからと思えるあなたは、自然と人を引きつけるオーラが漂っています。
朝日ですね。朝日、日光浴をして体に明るいエネルギーを取り込んでください。それが自信へとつながってイコール色気へとつながっていきます。はい、より色気アップのメッセージということで、何かヘアスタイルやファッションもちょっとアレンジを加えてみるのもいいねっていう風に出てきていました。お相手の妄想、今回のテーマは夜のちぎり、夜の妄想シリーズでした。お相手の妄想が現実となっていくように応援しています。これからも様々なリーディング動画を投稿していきます。よろしかったら高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングはいかがだったでしょうか。夜のちぎり、夜の妄想シリーズをお届けしていきました。なんか目を閉じて聞いているといろんな妄想が広がっていくかもしれません。今回はこちらの、オラクルカードを使用していきました。ハワイをテーマにしたオラクルカード、カルイヤ、アロハ、そしてラーのカードです。それぞれのメッセージもお受け取りください。はい、とてもキラキラしていて可愛いカードです。そして今回はですね、こちらのアニマルタロットさん、こちらから、3択占いを行っていこうと思います。今回はですね、あの人の妄想、そしてあなたの色気っていうところについてお伝えしていったので、3択占いはですね、ではあなたとお相手がそのラブラブな展開になっていく時っていうのがどんな時に訪れますかっていうきっかけについて見ていこうと思います。お好きなカード1枚お選びください。何がきっかけで2人の距離がぐっと縮まるとか、例えば手が触れる瞬間がやってくるとか、いい感じになるタイミングってどんな時っていうのを見ていきましょう。このカードはとても切りやすくって、この縁もシルバーで可愛いです。ゴールドの縁はよく見るんですけど、シルバーはなかなかないですね。と私が思っているだけかもしれません。はい、3枚出しました。そしてこのタロット、絵柄もすごく好きでお気に入りのタロットの一つでございます。どれも好きなんですが、では見ていきましょう。どうでしょうか。どんなタイミングで2人の肌を重ねる瞬間がやってくるのか。右、真ん中、左なので左の方から見ていきましょう。はい、左をお選びいただいた方です。ソードの9のカードです。ムカデでしょうかね。この剣の隙間、ソードの9だからね、剣の隙間を通り抜けていくムカデです。まずソードの9っていうのはネガティブ思考が過ぎてしまっている、肩になっているよっていうことなんですよ。なので、あとはあなた自身が悩みすぎていて眠れなかったりとかっていうのがあるので、体調不良だった時、お相手が声をかけてくれる。どうしたの？いや最近眠れなくってとか、ちょっと不安があってとか、そういう時がきっかけになって物事が動き始めるかもしれません。あとはあなた自身がいろんなこと悩んじゃって、それは妄想とは違いますよ。なんかマイナス思考で、いや私って魅力ないんじゃないかなとか、自分の価値ってどうなんだろうっていうふうに思っている時、それがそのネガティブに陥っている時がお相手と肌を重ねるタイミングだっていうふうに言われてるんです。だから悩みがあった時、もうダメだっていうふうに思った時が、意外とそこでお相手が救ってくれるようなタイミングになるのかもしれません。ということで、ソードの9番です。真ん中をお選びいただいた方です。見ていきましょう。ワンドのページです。アライグマかな、レッサーパンダかな、どっちだろうっていうことなんですけど、可愛いですね。いたずらです。はい、元気です。明るいですっていうのが入ってきていますね。あなたがワクワクしている時、胸弾ませている、それはそのお相手と会えるからワクワクしているのかもしれないし、今自分の生活がすごく潤っているというか、そうですね、張りがあって
今だったら何でもできちゃうとか、そういう気分になっている時だったり、実際にそういう生活を送っている時だと思いますね。何かを新しく始めよう、挑戦しようと思っている時だと思います。または気分を変えてイメチェンするとか、雰囲気を変えるとか、自分の中で変化を起こした、変えてみたっていう時もきっかけの一つだと思います。すごくあなたが目立つ、お相手が声をかけてくれる、あれなんか変えたとか、髪型変えたとか、あとおしゃべりしていて、なんか君と話してると元気が出るよとか、そういう一言をもらった瞬間に物事が変わっていく可能性があります。まず自分を輝かせることっていうのが入ってきますね。パッと明るいこと、自分がパッと明るくなっている瞬間っていうのがすごく生き生きしていて、そこにお相手が寄ってくるっていう感じですね。では右をお選びいただいた方です。ワンドの9のカードです。たくましいね、お馬さんのカードですね。まず目標を一つ決めましょう。悩みがあるとか、いろんな選択肢があってどれにしたらいいかわからないとか、何から手をつけていいかわからないっていう状況かもしれません。そこから一つ目標を決めた時、その瞬間がタイミングになるでしょう。またはあなたが勇気を出して一歩を踏み出した瞬間、それがお相手と距離がぐっと縮まるタイミングです。2人が肌を重ねるタイミングは、あなたが一歩踏み出した時、その一歩踏み出すっていうのはお相手との間においての一歩踏み出すことに近いと思います。例えば挨拶をしてみる、声をかけてみる、連絡を取ってみるとか、お相手に向かってなんか今日髪型素敵ですねっていう風に褒めてみるとか、お相手に向かって距離を近づけていく、一歩踏み込んでいくっていうのが2人の距離が近づいていくポイントかなと思いました。そのお相手に話しかけるのがすっごく難しくっていう方だとしたら、無理してそれをやらなくていい。だとしたら、まず自分の中で何かしら一歩踏み出してみることっていうのをやってみる。例えば自分の中でこれずっと溜め込んできたんだよねっていうことを片付けてみるとか、自分の中で整理してみる、もう少しすっきりさせるとか、そういうこともおすすめだと思います。特に左と右をお選びいただいた方は、シンプル化させていくっていうのもいいのかなと思います。変化してより自分がすっきりする方の変化を選ぶ。ずっと長年伸ばしてきた髪の毛をそろそろ切ろうかなって悩んでいた方は、もうイメチェンして切ってみてもいいと思うし、髪の毛じゃなくてね、お部屋が散らかっていて、ここね片付けようって思っていたとか、お風呂場掃除しようって思ってたんだよねって、ずっとそのまんまに添えたものをやってみるとか、重い腰を持ち上げてやってみたら、意外と心がすっきりするとか、気分転換になったとか、運気が切り替わったっていうことにもつながってくると思うので、ぜひやってみてください。今回はこちらのプチ3択占い行っていきました。はい、ということで、もう4月が終わってもう5月突入となっていきます。皆様いかがお過ごしでしょうか。1ヶ月間も毎月あっという間に過ぎていくなっていうのが私の感覚なんですけど、本当に早いですよね。そして気候も気温が良かったり、良いというか高くなったり低くなったり、雨だったり晴れたりっていう風に落ち着かない天候だなっていうのを感じてるんですけど、それにしてももう暑い日がすぐやってくるなっていう感じですね。5月になると夏なんじゃないっていう風にもう思ってしまうかのような近年なんじゃないかなって思います。本来だったら5月っていうのはまだ春の終わりぐらいで、これから暖かくというか夏に向かっていく途中の季節のはずなんですけど、もう真夏日なんじゃないっていう風な、今年もね暑くなるんじゃないかっていう風に言われています。どうぞ水分補給をして熱中対策していきながら、5月だからっていう風に侮らずにね、紫外線対策などしていきましょう。そしてもう夏ね、しんどいですよね。もう外に出るだけでも一苦労する、会社に出勤するだけでも汗かくしっていうところで、電車もぎゅうぎゅうだしっていうね、そんな暑いっていうのがすっごくね、もう今年も来たかっていうのが来るんですけど、その前に梅雨もやってくるので、今年の天候はどうかなっていうのも考えながら、それにしても暑いのが落ち着くまではあんまり動きづらいなっていうのを正直感じるんですけど、
でもそれでも何かこう出かけなければとか、出かけるって決めた日はしっかりと対策して出かけたいなっていうふうに思っています。皆さんもどうぞ無理をせず外出してください。で、その気温が高い時はなるべく外出しないっていうのもありなので、外出しないで家の中で快適に過ごされる、それだけでも心が落ち着くと思うので、無理して出かけることなくね、自分の安心安全を優先させてください。はい、ということで今回は以上となります。ではまた次回のリーディングでお会いしましょう。ぜひまた遊びに来てください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。